はい、皆さんこんにちは。これが今年最後の動画になると思います。みんな今年どうでした ?2021 年。僕はね、過去を振り返ってみると、何かしてたようで何もしてないような、何もしてないようで何かしてたような、ちょっとよくわからない1年だったけど、来年は頑張る。明日やろうはバカ野郎だけど、来年は頑張る。マジでいろいろ新しいことをね、始めようと思っているので、楽しみにしててください。パンデミックがきっかけに目まぐるしく変化する時代。みんな感じますか？ふつふつと感じますよね。わかりやすく社名を Facebook からメタに変更したマーク・ザッカーバーグ。Facebook といえば2004年にハーバード大学在学中にマーク・ザッカーバーグが同級生と共に立ち上げた実名によるリアルな人間関係を構築することを目的とした SNS ですが、世界人口78億人に対してなんとアクティブユーザーが28億人もいるんです。世界の 2,3 人に1人は利用しているっていうとんでもなくね、巨大な SNS ネットワークなんですけど、便利な反面ね、今みんな SNS やめろって言われたらやめられないでしょ。はい。それが答えです。中毒性がえぐいんです。マイクロソフトが行った研究によると、人間の注意の持続は2000年から2013年にかけて12秒から8秒に減少したという結果を出しているんです。これ金魚より短いんですね。金魚は9秒なので、その原因がみんなもわかる通り、デジタル社会の到来なんです。生活習慣の変化で人間の注意力が下がっていると。なんでデジタル社会の到来でみんなの注意力が低下したのか、ここに SNS の恐ろしさが隠されているんです。現代の SNS の企業は Attention Engineer という人たちを雇っていて、彼らはラスベガスのカジノで使われているような中毒性のある原理を参考に採用しているんです。 Facebook のアルゴリズムではみんなの検索履歴、コンテンツの視聴時間などからどの時間に何のコンテンツを表示させるか完璧に計算されているんです。例えば Facebook がみんなの行動を分析した結果、朝の7時から9時の間によく利用していて、しかもその時間帯はおそらくみんなの嫌いな時間帯、朝だからね、だということも理解していたら、その時間にみんなの過去の視聴履歴から犬が好きだということが分かっているので、子犬の動画を朝の7時半に表示させることで滞在させ、なおかつみんなの気分も良くさせることができました。しかも動画はオート再生なので、次の動画も勝手に再生され、気づいたら30分も経ってたみたいなことを、みんなこの動画を見る1時間ぐらい前までそういったことをしてたんじゃないですか。気分がいいまま自分の写真を投稿して、数時間後投稿を確認したらいいねが10件しかついてない。残念。けど Facebook はそれすらも理解していて、みんなの投稿にもっといいねがつくように友達たちにたくさん表示されるようになり、自然にいいね数が増えていき、夜投稿を確認した時にはいいねが100件もついていました。脳内ドーパミンドバドバ出て、もうこの SNS のね、快感から離れられない。まるでオナに。2009年に搭載されたいいね機能が大成功だったんですね。簡単に社会的肯定感を得られるので、加工した写真やインスタ映えするようなスポットで自分の人生がね、うまくいっているような、充実しているように見せることで認められて嬉しいという承認要求の塊。人間なんてそんなもんですよね。そういった SNS 心理が現代社会にはありますけど、情報共有としてはね、最高のツールですけど、ただこれからの世界はただの SNS ではなく、それが世界になるかもしれないのがメタバース。10月28日に Facebook 本社が社名をメタに変更したと発表しました。具体的にどんな世界になるのか、日々ね、技術は進歩していってますよね。画質は綺麗になっていってるし、音響システムもすごいし、映画館なんかではね、4D でアトラクション型もあるし、ただそれは画面を目の前にしたスクリーン越しっていうことに関しては変わりありませんよね。これからのメタバースではスクリーン越しではなく、その場に実際にいる感覚をリアルに味わえる世界になるということなんです。綺麗な自然を画面越しに眺めるのではなく、その場に瞬時に移動する。好きなアーティストのライブを配信ライブで画面越しに見るのではなく、その場での臨場感、その場での音響、熱気、会場の振動をまるで生で体験する。遠くに離れた友人たちと実際に目の前にいるかのような感覚でワイワイしたりと、これからは全て仮想現実で体験することができると。これが実装されたら生活の何もかもが変わりますよね。自分の理想の仮想的な家をデザインして、そこに友人を招き入れたり、遊びも普通じゃ体験できないようなダイナミックな遊びをいとも簡単にできるし、仕事だって今地方にね、移住してリモートワークが進んでますけど、もうほぼみんなリアルで会わなくても仮想空間でリアル以上の交流ができる。自分のアバターを作成して好きな見た目にしたり、お目当ての服装をね、着させたりと。そうするとリアルでね、
ね、何か購入したり、家具を購入したりとか、服を購入する必要がどんどんなくなってくる可能性がありますよね。またすごいのが、仮想現実にあるものを現実世界に持っていったり、あるいはね、現実世界にあるものを仮想世界に持っていくことも可能だそうです。AR、拡張現実で。ゲームとかではいろんなね、スキンを購入して、キャラクターに着せさせるじゃないですか。それを現実世界に持ってきて、AR でね、その人があたかも着ているような感覚になれるという。動物の森でね、家の家具とか揃えるじゃないですか。そういったことも多分課金システムついて、このバーバリーの超高価ななんちゃらみたいなのね、すげえ高えのみんな買おうとしたりする世界が来るんじゃないですか。みんなの行動一つ一つがデータとして取得されて収益化される時代が来るかも。そもそもメタバースという言葉が最初に登場したのは1992年出版、ニール・スティーブンソンによって書かれた小説、スノークラッシュでした。この小説は近未来の世界でメタバース、仮想通貨、アバターなどと様々な映画やエンタメに影響を与えた作品なので、シリコンバレーで働く IT 系の人たちにとってはこの小説はバイブルみたいなもんだったんですね。また Facebook のマネジメントチームはこの小説を読むことが義務付けられていたほどでした。まあ小説はディストピアなので、このシナリオをね、マーク・ザッカーバーグが辿ったら困っちゃうって感じでネタにされていたりするんですけど、まあ本当にネタならいいけどね、まあ、僕たちもね、今の世界すでにメタバースのほんの先っちょだけもうすでに体験してたりするんですね。その分野がゲームの世界はかなり進んでて、去年バトロワの人気ゲームフォートナイトでラッパーのトラビス・スコットがゲーム内でライブを開くというイベントがあって、なんと2770万人のプレイヤーが参加したんです。これすごかったよね。ゲームの空間だからスケールは自由だし、もうほんと時代を感じる。しかも安全だったし、まあ何のこと言っているのか分かる人には分かると思いますけど、今年11月5日に行われた彼のライブで興奮した客によって大惨事が起きて、これ以上語ると規制がかかってあまり言えないんですけど、まあとりあえずひどかったんよ。目の前に救急車とか警察が来て、多くの方が怪我をして亡くなった人もなんといたんです。ライブでこんなね大惨事、本人も気づいてるはずなのにライブは続行されて、すごい地獄のような恐ろしい空間だったと参加者は述べているんですね。そこで囁かれたのが、芸能人、ハリウッドスター、有名人の彼らはイルミナティだという陰謀論。このライブはイルミナティによる生贄儀式だったという噂までも流れて、妻子が今回のライブのコンセプトを分析したら、そういった要素が多く見られたそうで、例えば会場の入り口にはラッパーの口の中を通ってね入るんですけど、悪魔がみんなの魂を食すことや、悪魔が人をね乗っ取る時にまず口の部位から乗っ取るそうで、それを表しているんだとか、また今回のライブのスローガンが向こう側で会おうというものだったので、本当にそうなってしまったことから意味深だと囁かれたんです。まあ確かに世界的アーティストとかってね、悪魔的なシンボルを使うことはよくある話ですよね。自然とトップに上り詰めたらオカルト的なコンセプトを使うことを吹き込まれるのか、あるいはねそういった世界観をただただ憧れてみんな真似しているのか、みんなどう思いますか？これについて。このフォートナイト、VR 空間、仮想通貨など全てをつなげるのが新しい世界であるメタバースになるんですけど、こんな世界にね没頭したら抜け出せなくなる人が間違いなくね続出すると思うんですけど、彼らどうやって生きていくのっていう疑問も、ベーシックインカムとかがね本格的に実用されたら、植物人間化した人たちが溢れ返るのも想像できなくもないですよね。つい1ヶ月前にそれを連想させられるような発表がありました。ワールドコイン、みんなの目をスキャンすることで地球上全ての人に無料で仮想通貨を配布する。これ現実なんです。このプロジェクトが注目を浴びた理由が、制作に携わっているかなりのやり手サム・アルトマンなんです。彼は Y コンビネーターという Twitch や Airbnb、Reddit など3000以上の企業のスタートアップを手助けする企業の社長で、そこを離れ2015年には AI 研究組織の OpenAI をイーロン・マスクなどと設立したんです。そんな彼がね今回発表したのがユニバーサルベーシックインカム。なんとみんなの目ん玉をこのオーブという装置でスキャンすることで仮想通貨がもらえるようになるんです。すでに13万人以上が目をスキャンして受け取っているそうなんですね。2023年には10億人のユーザー数を目指す目標を掲げているんです。目ん玉をスキャンする理由は、みんなの網膜はね人それぞれユニークなものでプライバシーが保たれると。映画のマイノリティリポートでね眼球取り出すシーン、ああいったこと出てくるんじゃね。これに対してねスノーデンは警告していて、第三者に自分の生体認証データを渡さないようにと。生体認証データで仮想通貨というのはね数年前から囁かれていることな
なので、実用化する未来も遠くないのかも。まあこのままね、順調にね、科学技術が進歩していったら、こういった世界がね、間違いなく訪れそうではあるんですけど、ただ、最近の世界の動き見てると、もう第3次世界大戦勃発してるんじゃねって思わされますよね。毎年年末になるとみんな予測し始める来年はどんな年になるのか。エコノミストの世界はこうじゃないんです。今回なんと今までエコノミストのタイトルは The World End 世界はこうなるというタイトルだったんですけど、なんと今回のタイトルは The World Ahead これから先の世界2022というタイトルに変更されたんです。なんか深い意味あるんですかね。 The World End はねこの一年の出来事って感じですけど、 The World Ahead ってなんかこれからの世界、この先の世界って感じだから、2022年だけじゃなくてその先もっていう感じではありますよね。さて今回のデザイン見ていきましょうか。このコーナーはねみんないつもよりちょっとね意識的に見てみてください。これから先の世界2022、パッと見みんなどうですかね。これ何に見えますかね。僕はねパッと見スナイパーとかミサイルをね発射する時の標準に見えましたね。人によってはね顕微鏡に見えるそうです。エコノミスト曰く2020年がパンデミックの年、2021年がパンデミックに対する世界の流れを変えた年だとすれば、2022年は新しい生活、現実に対応する年になると、先ほどね述べた世界のような。そしてエコノミストがね毎回ピックアップする10の項目があるんです。1、民主主義対専制主義。アメリカと中国の激化するライバル関係は貿易から技術規制、ワクチン開発、宇宙進出と様々な分野で展開されていると。これね気づいた人もいるかもしれないけど、今回の表紙えぐいぐらいアメリカ vs 中国間、民主主義 vs 専制主義が出ているんですね。パッと見でもわかるかもしれないけど、これちょっとねマスをね移動させてアレンジしてみると、見てこれもろバトル感出てるでしょ。この顕微鏡がウイルスワクチンをね表しているんだろうけど、軍艦のミサイルにも見えますよね。そしてこの注射もミサイルに見立ててもいるので、もろこの2つの国が戦争下にあるような構図を描いているんです。2、パンデミックからエンデミックへ。新たな治療薬によってウイルスはもう脅威ではなくなるが、発展途上国では依然として危機が存在するため、貧富の格差がまたここでも影響してくるのか。3、インフレの心配、サプライチェーンの混乱とエネルギー需要が物価の上昇をもたらすと。銀行員たちはね一時的なものだと主張するけど、誰もそんなことを信じないですよね。4、仕事の未来。仕事はよりハイブリッド化し、多くの人が自宅で仕事をする時間が増える。5、技術革新。欧米がハイテク企業を規制しようとしていることで苦労し、中国は過激なまでにハイテク企業への規制を強めている。習近平は深層技術という地政戦略的な優位性に注目している。6、暗号は成長する。規制局が取り締まりを強める中、暗号通貨が定着してきています。中央銀行は独自の暗号通貨に動き始め、仮想通貨、銀行、中央銀行という三つどもえの構造が出来上がっています。これ表紙にね小さく薄く書かれているんですね。暗号通貨、ビットコイン、イーサリアム、カルダノ、ライトコインのロゴが描かれているんですね。7、気候変動の危機。山火事、熱波、洪水などの災害が増えても、気候変動への取り組みは依然としても緊急性に欠けている。脱炭素社会の実現には欧米とね中国は協力する必要があるが、地政学的な対立は深まっている。そしてハーバード大学の研究チームが発表した太陽光ブロック計画への注目。ビル・ゲイツも出資するこのプロジェクトは、地球温暖化を抑止するためにアメリカ南部からバルーンを飛ばし、上空20キロ成層圏から炭素カルシウムの粒子を放出して太陽光をブロックするというものなんですね。まるでねアルンナキが金をねばらまいたみたいな計画ですよね。これは1991年にねフィリピンのピナツボ火山が大規模なね噴火を起こした際に吹き上がった二酸化硫黄が太陽光を遮断して、1年間ね地球全体の気温を 0.5 度下げたというところからアイディアをもらったらしいんです。発表当初からねすぐにね様々な陰謀論が囁かれたんですね。これ表紙見てみると細かいんですけど、バイデンのね隣にある風力発電は小さく、習近平の隣にあるね風力発電は大きいんですね。これはね中国がグリーンエネルギーにね力を入れており、一歩二歩先を行っていることを表しているのかもしれません。8、交通のトラブル。パンデミックが収束しつつある今、過激な規制を行ってきたオーストラリアやニュージーランドはね普通の生活に戻すのに苦労するでしょう。またビジネス交通の半分は永久的になくなりそうなので、それはね
地球にとってはいいこと。半分以上の方がね、多分リモート作業で残ると。旧宇宙開発競争。2022年にはね、政府の役員よりも多くの一般人が宇宙進出する最初の年になるでしょう。前澤さんもね、宇宙に行きましたしね。NASA は宇宙探査機をね、小惑星に衝突させて軌道を変えるという映画のようなミッションに取り掛かります。表紙のこの部分ではね、宇宙スペースシャトルが描かれています。10、政治的サッカー。2022年に行われる北京冬季オリンピックとカタールワールドカップがいかにスポーツによりね、世界が一つになるのか再認識できます。それと同時に大規模なね、スポーツイベントでは最終的に政治的なトラブルが生まれるというのもつきものですよね。ざっとね、10の項目がこういったものなんですけど、これはなんかね、世界の動き辿っている人ならある程度わかることですよね。では、表紙に何か細かいヒントが隠れてないのか、みんなで見ていきましょうか。冒頭に述べたように、今回の表紙はね、大きくバイデンと習近平が民主主義と専制主義のね、対立を表しているんです。経済貿易、気候変動、人口問題、安全保障、外交、宇宙開発、技術革新と様々な分野で今緊張状態なので、米中新冷戦と呼ばれるほどです。今慎重に進めないと武力行使でね、大変なことになりかねないので、そんな中でこの軍事的な表現の表紙はちょっと恐ろしいですよね。次はこの中心部分、ウイルスが描かれていますよね。その周りを囲むサイバー的なね、このネットワーク的な空間がありますよね。これは推測ですが、今年のダボス会議のテーマでもあったグレートリセット。これからの世界は第4次産業革命で IoT や AI、ビッグデータを用いたね、技術革新で人間の労働力がますます不要になります。デジタルをベースとした中央銀行とね、連携したり、新しい経済システムが出来上がり、このようなね、デジタルモノポリーは一定の法律や規律、義務に従わない人のお金やサービスへのアクセスを支配側は遮断することが可能になると言います。要はこれからの時代ね、物とかお金、何もかもがね、ネットワークにリンクされると、社会的ルールに従わない人がいたとすれば、支配側はね、ボタン一つでその人とのね、リンクを全て無効化することができるかもしれないと。そうしたらその人何もかもなくなっちゃいますよね。恐ろしい。全部デジタルがね、管理するのはメタバースの世界のように便利かもしれないけど、一番恐ろしいのがサイバーウイルスの問題。今は物理的なウイルスによりね、パンデミックが起きてますが、このサイバー的なデザインはもしかしたらネットワーク上でのウイルスが登場することを示唆しているのかも。というのも、今回のパンデミック直前に世界経済フォーラムのイベント201が実施され、そこではパンデミックが起きた場合のシミュレーションを行っていました。それから去年に続き、今年はサイバーポリゴンというイベント201同様、サイバー攻撃によるシミュレーションのイベントが行われたんです。デジタルが支配する社会でサイバー攻撃がね、頻繁に行われるようになったら、それめちゃくちゃ恐ろしい世界ですからね。サイバー戦争になるのは時間の問題かも。そして中央のこの背景の部分、この四角いものは集積回路か、半導体ですかね。みんなご存知の通り、今世界で半導体不足が起きています。半導体は自動車、コンピューター、スマホ、ゲームなどのね、心臓部であり、半導体は新たな生活習慣には必須の部品となり、今爆発的に需要が増えているんですね。このデジタル社会がね、今後ね、もっと到来したら、さらにね、需要が増えるとされているので、それを示唆しているのか。ちょっと陰謀的な見解では、去年の2月ぐらいにね、こんなニュースが出ていました。量子ドットタトゥーという皮膚の表面下に医療情報を保存医療記録を保存するために患者の予防接種履歴を記録するということで、その方法が近赤外スペクトルで発光する量子ドットを皮膚の下に残すことで、特別な光とかスマホをかざせば見えるようになる的な。ここに半導体が使われてるのかわからないけどね、陰謀論者たちはね、そこに半導体が使われてるんだ、だから不足してるんだって騒いでる感じ。最後にこの背景、日の丸が分裂しているように見えるという意見が結構あって、確かに赤ベースではありますよね。そしてこのマスはね、全部対比しているような配置なので、この赤い背景が割れているのは日本の分断を表しているのか、あるいは中国とアメリカが日本を奪い合っているのかという予測がされています。個人的にはすごい日本っていう感じには見えなくはないんですけど、どうだろう、あんまピンとこない。みんなどう思いますか、これについて。以上がざっと来年のエコノミストの表紙なんですけど、この表紙なしにしても今世界がね、割れてる感じは確かにしますよね。打つ人、打たない人、右、左、民主主義、社会主義、そして冒頭で述べた仮想現実への移行。もう完全に都市伝説の域超えてますよね。これをね、生活で実感できていない方、もうすでにかなり遅れているかもしれません。もう時代はね、こうじゃないからね、もうこうピューっていっちゃうからね、こうピューっ
って言って戻ってまた原始に戻っちゃう。ループしちゃってるわ。もう今年も終わっちゃいますけど、皆さんどんな1年でしたか？僕はね、冒頭にもね、述べましたけど、来年は1弾、いや2弾、いや3弾、いや10、さらにね、いろんなことに挑戦していきたいと思います。皆さん楽しみにしておいてください。そしてみんなも頑張ってください。それでは皆さん、良いお年を。